22、狼から羊を守る。アサフは悶々と悩んでいた。自分の体が弱い上に寒さと飢えを恐れていた。イエスは彼を叱って言った。信仰の薄い者よ。この世は神の善を疑う者に対しては何者も与えないのだ。しっかりするのだ。それでもアサフは心穏やかではなかった。その夜はイエスが最初に訪れた家の門を叩くと中に入れてもらい、食物にありつくことができた。次の日の夜は山の上の一軒家の門を叩いた。すると彼が立派な上着を着ていたにもかかわらず、あっさり断られてしまった。そのあたりは実に寂しいところであり、アサフもくたくたに疲れていたので、地べたに座り込み泣き出してしまった。そのあたりには野宿をするような場所がなく、おまけに雨が降り始めてきた。雨を避けるような木もなく、途方に暮れていた。そこでイエスはその一軒家の門を叩いた。その家の農夫に止めてもらえないかと頼むと、快く承知してくれた。イエスはこの農夫の善意を全面的に信頼して話しかけたのである。その晩はイエスの話をたくさん聞いて、農夫は大変喜んだ。あくる朝、妻は2日分の食料を持たせてくれた。そしてよかったら、もっとここにいてほしいと言った。しかしイエスはすぐに出発し、どこかで羊を飼う仕事がないかと探して歩いた。この辺りはブドウ畑とオリーブ畑ばかりで、羊は一匹も見当たらなかった。二人はさらに南東の方向へ旅を続け、ついにヨルダン川の東に近い山岳地帯へやってきた。人気の少ないところで、ゴツゴツした岩山や深い谷が累々と続いていた。夜になると、ハイエナやジャッカルの叫び声が聞こえてきた。以前のアサフならば、とてもこんなところにはいたたまれなかったのだろうが、イエスの下で、まるで牧羊犬のように彼にくっついていた。周りの岩山は真っ赤な夕日に照らされていた。すると羊の群れが崖からこちらに向かってやってきたので、イエスは羊の持ち主に雇ってほしいと頼み込んだ。その男はヨエルという名で、プリプリ怒りながらイエスのことを泥棒と思ったのか、手にしていた杖を振り上げた。イエスはヨエルの元から逃れ、アサフのところに戻ってくると、突然岩山の陰から狼の鳴き声が聞こえてきた。アサフは腰を抜かしてしまい、もう歩けないという合図をした。一日が暮れようとしている山々の景色は、大小無数の岩がゴツゴツしたシワのように見えて、不気味であった。アサフはほとんど失神していて、イエスの声は聞こえなかった。しかしイエスが急に岩の間の細い道をよじ登っていくのをぼんやりと見ていた。イエスはさっきの羊飼いと何やら話をしていたかと思うと、散らばっていた羊を呼び集め、アサフのいるあたりまで誘導してきた。イエスは言った。このあたりで狼の鳴き声が聞こえたんだ。囲いの中へ入れよう。その途端、狼の恐ろしい声が響いてきた。羊飼いはもみ手をしながら言った。このあたりはいつもこうなんだ。泥棒、野獣、悪霊がゴロゴロしている。地獄なんだから。イエスは羊飼いをどやしつけた。羊がうろうろしないうちに羊を呼び集めるんだ。お前は羊の名前を呼んで早く安全なところへ連れて行くんだ。嫌なこった。それよりも一緒に逃げようじゃないか。羊飼いのくせに、羊を見殺しにするやつがあるか。俺はこいつらの奴隷じゃないんだ。とにかく羊を呼び集めなさい。俺は雇われたものだから、こいつらと一緒に殺されるのはまっぴらごめんだ。その時アサフは、2匹の狼が岩陰にいるのを見て、地上に身を伏せた。金で雇われた羊飼いは、羊を捨てて山の方へと逃げてしまった。2匹の狼は、ここぞとばかり岩を飛び越え、羊の方へ向かっていった。イエスは羊の名前を知らなかったので、口笛を鳴らし、鳥のような美しい音を奏でたので、羊は頭をもたげ、イエスの後についていった。イエスは手早く囲いのところまで連れて行き、1匹ずつ中に入れた。後ろを見ると、3匹の羊が草むらの中で震えていたので、やっとのことで2匹までは囲いの中に入れることができた。しかし最後の1匹は、すでに狼に囲まれていた。イエスは天にしていた牧場で、1匹の狼を叩いたが、他の狼はイエスの肩に飛びかかり、イエスを地上に倒してしまった。2匹の狼とイエスはしばらく揉み合っていた。イエスの体からは血と汗が滴り落ちていた。イエスは狼が狙っていた羊の方へ、よろよろと歩み寄った。
狼は再びイエスに襲いかかり、イエスを地上に投げ飛ばしてしまった。この様子を見ていたアサフは立ち上がり、恐怖心もどこかに吹っ飛んでしまい、長年の間口が聞けなかった彼の口が開かれ、しわがれ声で叫び続けた。アサフは無我夢中で石を拾い上げ、狼めがけて投げつけた。びっくりした狼は、谷合に向かって逃げていった。アサフは気絶して倒れているイエスのもとへ駆け寄り、助けようとしたとき、蚊の鳴くような声でイエスが言った。傷だらけの羊を解放してくれ。早く囲いの中へ入れてやりなさい。イエスは再び気を失った。